もうすぐ響けユーフォニアム最終章の映画が上映されますね。こんにちは、夏です。今月待ちに待った響けユーフォニアムの映画上映があるので、とても楽しみに過ごしています。その日に向けて最近ネットフリックスでアニメを最初から見返しているところです。今日はそんな響けユーフォニアムをテーマに刺繍をしていきたいと思っています。刺繍を始める前に少しだけお話ししておきたいと思います。以前動画でも触れているのですが、ある理由があって私はグッズをたくさん集めることをしていません。なので UFO のグッズもほとんど持っていない状態です。学生時代に吹奏楽をしていたこともあって、懐かしさとともに好きな作品という距離感で楽しんでいます。そのため詳しく語ったり深い知識をお伝えすることはできないかもしれません。もしそういった内容を期待されている方がこの動画を覗いていらっしゃいましたら、少し物足りなく感じてしまうかもしれません。優しく見守っていただけたら嬉しいです。響けユーフォニアムの存在はずっと前から知ってはいたのですが、しっかりとアニメを見たのは実は数年前なんです。ネットフリックスなどサブスクが登場してようやく見ることができました。吹奏楽を経験したことがある人ならきっとどこかで共感してしまうような内容で、とてもリアルな心情が描かれているので、感情移入しやすい方は胸がクッと苦しくなる場面もあると思います。今日刺繍していくのはそんな響けユーフォニアムの中から主人公と同級生のコントラバスが大好きな女の子をイメージして刺繍していきます。サファイアという印象的な名前ですが、緑って呼んでくださいと周りにお願いしている子で、みんなからは緑ちゃんと親しまれています。ちょうどその子のイメージにぴったりな布があったので、この色にコントラバスと花を刺繍していきたいと思います。コントラバスといえば、私も中学高校の約6年間担当させてもらっていました。もともと楽器の存在は知っていたのですが、学校で初めて目が合った瞬間のときめきは今でも忘れられません。まるでかっこいい人に出会ったような感覚でした。そして私よりもスラッと背の高い先輩と一緒に練習していくのですが、楽器に名前をつけていたんです。先輩のコントラバスがマリリン、私のコントラバスがモンロー。そうです。2人合わせてマリリン・モンローです。コントラバスに決まったきっかけは、仮入部の時に弾かせてもらった瞬間のことでした。なかなか音が出ないそうなんですが、
なんと音が出たんです。その時どうして弾けたのか、先輩の教え方が上手だったのか、記憶は少し曖昧ですが、とても温かく歓迎してくれていたことは今でも覚えています。コントラバスが大好きになった私は、ある演奏会の後、顧問の先生にお願いをして、そのまま楽器を家に持って帰ったことがあります。先生にも持って帰るのと驚かれたのですが、一緒に寝たいのでと伝えて演奏会を見に来てくれていた両親にもわがままを聞いてもらって一緒に連れて帰りました。そして家で音を出してみたら、窓ガラスがビリビリと震えて家が壊れるんじゃないかと思うぐらいの音量で、学校では管楽器に比べるとそこまで大きく感じていなかったのですが、同じように弾いても大丈夫だと思っていたら、家で鳴るコントラバスは想像以上の音量でした。コントラバスも大好きで、お友達思いで行動力もある女の子、吹奏楽愛もすごいんです。そんなみどりちゃんの髪にはドット柄のリボンがつけてあります。アニメでは真っ白のドット柄ではなく、やや色がついています。刺繍だとぼやけて分かりにくくなるので、今回は真っ白なドット柄にしています。響けユーフォニアムの中で全国大会を目指すために、先輩後輩に関係なく上手い人が演奏するという場面があります。実は私がいた吹奏楽部でも同じようなことがありました。オーディションが終わった日の夜、ホールの外で声を出して泣いていた先輩の姿があって、その光景は今でも忘れられません。ふと思い出すたびに胸がくっと苦しくなります。私はコントラバス担当だったので、難しいメロディーを任せられることもなく、人数的にもオーディションには通りやすい立場でした。今思うととても恵まれていたんだなと思います。でもあの頃は一度しかない時間だからと、どこかで自分のことばかりを考えてしまっていた気もしていて、大人になった今だからこそ自分の未熟だった部分を思い出すこともあります。全国大会に行ってみたかったなぁと思う気持ちもあれば、あの時の選択や過ごしてきた時間を振り返って少し胸がチクッとすることもあったりして、大人になるとそういう記憶や感情ってだんだん思い出す機会も少なくなってきますよね。響けユーフォニアムは
そんな遠い記憶の奥にあった気持ちをそのまま取り出したようにリアルに思い出させてくれる作品だと思います。さて、刺繍の方ですが、みどりちゃんをイメージしてお花を考えたりもしました。特定のお花ではなくて、オリジナルのお花にしています。色はやっぱり黄色とブルー、そして緑だなと、こんな風に組み合わせてみました。今回の内容や刺繍がいいなと思ってくださった方は、ぜひ高評価ボタンもお願いします。それでは最後はおやつタイムです。今回作ったのは水切りヨーグルトで作るチーズケーキです。通常はレモン果汁を使うと思いますが、以前高知県に行った時に買った柚子果汁を使ってみました。レモンの代わりに入れてみたのですが、どうでしょうか。味は爽やかで美味しいです。クリームチーズを使っていないので少しダマっぽさはあるのですが、味はちゃんと美味しくできていました。実はお菓子作りの専門学校にも通わせてもらっていたのですが、何せめんどくさがり屋なので家でおやつを作ることはほとんどありません。でもたまにどうしても作って食べたくなる日があって、今回はそんな日でした。柚子果汁バージョンのチーズケーキ、気になる方はぜひ試してみてくださいね。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございます。最後のじゃんけんぜひやってみてください。最初はグー、じゃんけんポン。今週もちょこっといいことありますように。